はい、HJ プリックスです。今回はね、このパカストさんの、グローバルシリーズを紹介していきたいと思います。これなかなかいい音、出ますね。この仕様に関してはですね、このボディ材が、ナットですね、このナットじゃない、普通のナットという、木があるんですけどね、このナットと、そしてこのネックが、ロースティドメープルですね。ロースティドメープルは、今までは、かなり、高い、高価なベースとか高価なギターだけでこのロースティドメープルが見ることができましたが、このエントリーモデルでこのロースティドメープルが、できたというのは本当に革命的だと思う。そしてこのロースティドメープルのこの、弾き心地とか触り心地は、メープルとは変わらないくらいじゃなくて、もっと、心地いい。そして、演奏する際にはですね、なかなか木のこの食感も、感じるし、そしてもっとなんか自然な感じ、そしてこの色的にもなんかかっこいい感じに、なるベースだと思いますね。このベースはね、さっきのベースと同じ仕様で、このボディ材がアッシュですね。定番中の定番。アッシュベースといえば多分スラップとかいろんな、音作りがもっと、確実に綺麗になる木材だと思って私の、好きになっている、木材だと思います。じゃあ見てください。この木目すごいじゃないですか。これがエントリーモデルでこれだよ。いやこれは本当に革命的じゃない。いや私これ、ください。いやなかなか、なんか地下のような安心感ですね。光源が来ました。この光源もですね、ボディ材がアッシュなんですけど、結構重いかみんな心配している方もいらっしゃると思うけど、光源としてはもうそんなに重くはないですよ。もちろん4弦よりはちょこっと重いですよ。このブリッジとかこのピックアップの重さも多分4弦よりは重いけど、普通に気にせずに、気楽に演奏することができる。一番光源として大事なのが、弾き心地なんですけど、もう4弦ベース、2本も弾いてみたんだけど、もうほぼ同じ感覚。ちょっとこっちの方がちょっと、広くなってきましたが、でもこの1プレット目があんまり広くはない。だから4弦と5弦の、この違和感があんまり、ひどいとは思わないですね。だから4弦だけ弾いていた方にもこの5弦のエントリーとして
でもここのベースを使っていただければ多分いい成果が出ると思いますね。このベースはですね33インチということは、全般的にこの長さですね、このネックから、このナットからここの長さが、ね、2.54センチメートルぐらい、小さくなったというベースですね。いわゆる反則ベース。なんか自分が34インチとか35インチベースでできなかったプレーがあるんじゃないですかね。それがこの1インチぐらい、減った、時点で弾けることもありますよ。ご覧の通り、33インチと34インチなんですけど、このフレットの方が、34インチより狭いので、なんか弾き心地にもですねいろいろと、差があるんですけど、私みたいにこんなに、指が短い方にはこの33インチもおすすめだと思います。そしてこの色がフェイスタレット。フェイスタレットの色は私大好きなんですけど、このピックアップカバーもの色もですね、これが私の好みです。これもホワイト、絶対可愛いでしょこれ。これさえあればですね、彼女もできるし彼氏もできます。じゃあぜひこの一本。このベース、ついにアクティブ仕様のベースが来ました。これも、もう一つの、実家のような安心感です。私のシグネベースもですね、結局アクティブ仕様で、私が使っているセッティングが何かと言いますと、このアクティブ状態ですね。このスイッチがアクティブとパッシブ、切り替えスイッチですね。私はこのアクティブのままほぼ全部中率0、これを、回してみると中間のところに引っかかるところがあるんですね。この引っかかるところのままでアクティブだけを使うのが私の、トン作りかなとも思いますけどね、アクティブとパッシブの音は確かに、差がありますよ。
アクティブの方になると、なんか出力ですよ。出力がちょこっと上がるんですね。もちろんもうあれも調整できる仕様のベースもありますが、アクティブスイッチをオンするだけで、なんか出力が上がったりするのを、自分のトーン作りに活用するわけです。もしかしてバッテリーがなくなった時が困るんじゃないですか。いきなり音が、なんか止まったりしたらライブの、本番で止まったりした時はですね、今バッテリー買いに行く時間がないからね、すぐパッシブにして、パッシブの音で、ライブとか演奏すれば、とにかく機器は免れるかなと思います。はい。はい、このベースは、さっき、ピエスタレットと同じ仕様の33インチです。33インチで、なんかここはすごく、かっこいいんじゃないですか。この、大きなインネーで、見やすい。そしてここにもですね、このバインディングというところなんですけど、ここに、ポジションマークですね。ポジションマークが見やすい。だから、暗いところでも、なかなか、すごい指板を見ながら、行く方には、やっぱり弾きやすくなっている仕様だと思いますね。これもアッシュなんですけど、いや軽い、とにかく軽い。そしてこれも33インチなんで、反則ベースですね。さあこの反則ベースなんだけど結構ヴィンテージな感じがしますので、なかなかルックスも、すごいと思いますね。33インチ、33インチの光源、いや本当に珍しくないですか、33インチの光源というのは。そしてこのネックのプロフィールがですね、なかなか、心地いい、ちょこっと狭いですね。ということは、なんかソロプレイに結構、向いてる感じのベースだと思います。そしてこのアクティブ回路なんでいろんな音作りができるし、これはなかなか理想のベースだと思います。いやそしてこのバインディング、そしてこのブロックインネーも、さっきの33インチと同じなんで、いや本当にこの価格でこのベース売っても大丈夫ですか？このベースの特徴はダブルロースティード、ロースティードメイプルとロースティードアッシュ、ダブルロースティード、
いや、こんなベース見たことありますかね。ダブル、ダブルで、なんかすごい音出る、ダブル仕様です。いや、もうパッシブなんですけど、パッシブがやっぱり出番なんで、いや、このベースもなんか木目ですね。木目が特徴で、この足をロスティード仕様にすると、この木目がもっと目立ちます。いや、これはね、いや、このベースの、領域を、超えてる、家具が、呼吸家具っぽいですね。もしかしてこのベースを、飾りとしてはちょっともったいないけど、なんかいろんなところで似合う感じですね。じゃあこれもなんかすごい、スペックのベースだと思います。じゃあこれはですね、さっきの、ダブルロスティードの、語源仕様ですね。いや、語源で普通にこんな感じでアクティブ仕様が多いですね。そして私がこのベースですね、この33インチで本当にローピーが、大丈夫かと、聞かれるのが結構ありますけどね、このベースは全然問題なかったんですよ。じゃあ聞いてください。このベース触っても大丈夫か、これはね、実は私の推しのベースなんだけど、この変態が触っても大丈夫か、このベースがね、33インチなんだけど、実は33インチの、人気のすべての研究がこのジーパンモデルベースからです。実物で見たのは今日が初めてです。いやー、かわいいな。この色がなんか青い色、ジーパンさんのセンスがここに全部詰まっているので、このベースも、もしよろしければ1本買ってください。はい、こんな感じで、新しく生まれてきた、バカスさんのいろんなグローバルシリーズ、なんか私が引いたところ、いやこの価格はちょっともったいない、ちょっと、値上げしても大丈夫かなという気持ちがありますけど、この値段なのでぜひ、いろんな書き店で置いてありますので、ぜひ一度だけ試奏お願いします。じゃあ私もここで何を買おうかなとじゃあこれでは今まで HJ フリックスでした。じゃあありがとうございました。